ルート2分の砂時計って。何？実用性がないとダメか？いや、別に。じゃあ、1分とルート2分の砂時計で A たす B ルート2分を。ちょっと待って、最初はもう少し手加減して。なら、まず3分と5分ので。7分を測れるか？ってやつだね。とりあえず7分測ってみるか？用意スタート。両方ひっくり返して、3分のが落ちきったら、それをまたひっくり返す。5分のが落ちきったら、3分のをまたひっくり返すと、2分の砂時計になってて、合計で7分測れる。7分以外は何が測れるか？ 1 分と2分は論外。3分はもちろん測れる。4分は、無理だね。5分は OK。6分は3たす3だから OK。で、5、6、7分に3分足してけば8分以降も全部測れる。じゃあ、1分とルート2分のに戻るぜ。やっぱりしんどそう。まず、さっき7分測った時と同じことをすると。2ルートに引く1分を測れる。そうだね。じゃあ、3000ルートに引く4211分は。ここまで、測れるってどういうことか、ちゃんと説明してなかったが、この辺でしておく。もう大体わかる気がするけど、大体じゃなくて完璧に分かってもらうぜ。まず、審判を用意する。審判？計測開始の合図として、一度だけ笛を吹いてもらう。それまでは、何にも触っちゃダメだぜ。事前に仕込めないんだね。ああ、両方とも砂が全部下にある状態から始めて、笛が鳴った瞬間に、片方か両方向きを変える。ひっくり返すってことだね。この動作にかかる時間は無視する。向きを変えるっていう時、横に倒して砂の動きを止めるのも認める。いいんだ。まあ、できるからな。縦と横以外の状態にするのは禁止。あと、両方とも砂が動かない状態にするのもダメ。そしたらもう時間を計ってないからね。で、どっちかの砂が落ちきった瞬間に、また片方か両方向きを変えていい。その後また砂が落ちきったら、また向きを変えていい？これを繰り返して、審判の笛からちょうど X 分後にどっちかの砂が落ちきったら、X 分を測れたことにするぜ。それで、今回の目的は、さっき、3分と5分のやつで、1分と2分と4分は測れないけど、他は全部測れる。ことが分かったが、1分とルート2分のやつではどうなのか？今度は1分、2分、3分。だけ考えてもしょうがないね。さっきはいわば数直線上の点を考えてたが、今度は平面上の A たす B ルート2という点が対象になる。この斜めの線は何？この線より左下はマイナスの値だから対象外。これがさっき測った2ルートに引く1分かな？測れない例を挙げておくと、ルートに引く1分は無理だな。1分より短いから論外だね。あと、原点から右上は全部測れるのはいいか？例えば4たす3ルート2分だったら、1分のを4回、ルート2分のを3回回せばいいからね。というわけで、左上や右下の領域の他の時間が測れるか調べたい。もう少しはっきり言うと、例えば3000ルートに引く4211分は測れるかと聞かれた時に、イエスかノーかをできるだけ早く判定する方法を考えたいぜ。考えられるの？まあ、砂時計をそのまま見てても難しいだろうな。そのまま？ 1 分の砂時計っていうのは、要するに、長さ1の線の上を分速1で動く点だぜ。確かに、砂よりは見やすいかな。ひっくり返すときは、代わりに点の動く向きを変えてみる。ルート2分の方は、線の長さがルート2で他は同じ？それで、この2つを直角に組み合わせると、長方形の中を動いてる。まずは、ここで簡単な計測をやってみるか。2ルートに引く1分のやつとか？そうだな。スタート地点はこの長方形のどの角でもいいが、今回は左下にするぜ。用意スタート。まず、両方ひっくり返してるね。この空間では、右に分速1で移動しつつ上にも分速1で移動する。1分後、右の壁にぶつかる。1分の方の砂が落ちきったってことか。ここで、1分の方をまたひっくり返すんだよね。今度は、左に分速1で移動しつつ上にも分速1で移動して、スタートからルート2分後、上の壁にぶつかる。今度はルート2分の方の砂が落ちきったね。で、また1分の方を回すから、次は右に行くかな？それからルートに引く1分後、右上の角にぶつかる。確かにスタートから2ルートに引く1分経ってるね。こんな風に、角から出発して、上下左右斜めの8方向に動けるが、方向転換は壁や角にぶつかった時だけだぜ。そろそろ砂時計は消していいか？それで、例えば、出発からちょうど3000ルートに引く4211分後に壁か角にぶつかれ。ってことだよね？もしくは、それは不可能と宣言しろってことだな。そんなの不可能じゃない？まあ、まだ平面に表示しただけで状況が複雑なままだから、まずはもっと単純にしていくぜ。どうやって？とりあえず、ス
タート地点で何ができるか見ていく。何ができるかって、右上へ行ける？まず、右へ行くと、1分で、右下の角に着くね。で、実質スタートと同じ？そもそも、どの角からスタートしてもよかったしな。ちゃんと言うと、長方形は左右対称だから、スタートが左下でも右下でもできることは同じ。つまり、角にワープポイントがあって、踏むとスタートに戻されるって感じ？そんな感じで、1分間の暇つぶしができるだけだぜ。スタートから上に行くと、ルート2分後に左上の角に着くけど、長方形は上下対称だから、実質スタートに戻されてて、ルート2分間の暇つぶしができるだけだね。ってわけで、もう右上にしか道がないな。ここ、実は5つも選択肢があったんだね。まあ、1つは前に戻るだけで、2つは角っていうか実質スタートに戻るけど、実はもう1つ微妙な行き先があるぜ。こっちのこと？あ、ここと左右対称な位置だから実質同じ場所か。ってことは、1分暇つぶしするだけになるけど、それはスタートでもできたね。ってわけで、この動きができなくても支障はないから、いっそのこと禁止していいか？となると、もう左上にしか新しい行き先がなくて、そこではまた5つ選択肢があるけど、1つは前に戻って、2つは角に戻って、1つはまた禁止できて、また1つしか新しい行き先がなかった。これが延々と続くぜ。案外一本道だったね。一見たくさん選択肢があって、結構自由そうだけど、実は見えないレールに乗せられてて、それると最初からやり直し。ってわけで、長方形からこのレールに目を移していきたい。曲がっててやりづらいね。そこで、鏡が光を反射する時みたいに、壁で跳ね返るところで軌道を折り返して、貫通させてみる。まっすぐになった。ぐちゃぐちゃに見えたけど、1進むごとに縦の壁に当たって、ルートに進むごとに横の壁に当たってただけか。これで、レールの上での行ったり来たりは見やすくなったが、レールをそれてからスタートに戻るまでは、このまっすぐな線から出てしまう。それで？もしはみ出ずに済めば、もうこの線だけ見ればいいわけだが、それるのを禁止するっていうの？できるならそうしたいが、実はそれる必要はなかったというのは難しいので、別の動きを代用したい。代用？それる代わりに、同じ時間かかる別のことをすれば。同じ時間？これのこと？そうだな、隣の点まで行くことでそれた扱いにする。それで、それたらスタートに戻るんだよね。だから、もう一段階簡略化できて。どの点からでもスタートに戻れちゃってもいいかな？戻ってから、今のがそれたふりでしたって言えばいいから。ってわけで、これでレールの上に全部収まるようになった。ああ、実は今細かいところに目をつぶっていて、長い辺の端付近から大辺に向かうあたりで、それる振りが少しおかしくなる。あ、ほんとだ。でも、もう一つ隣まで行けばよくない？逆に、ここでスタートに戻るのは不正ではって話も。そうかも。いや、これって1分足すだけだから見逃しても良さそう。少し雑になったが、問題ないことにするぜ。ってわけで、もう部屋の残像は見ないから、消すぞ。今何がどうなってるっけ？左端の紫の点からスタート。分速1で動く。赤の点が距離1ごと、青の点が距離ルート2ごとにあって、その上で方向転換やスタートへのワープができる。で、スタートからちょうど何分後かに点を踏めってことだね。常に速さ1だから、要するに一定距離だけ動けってことだな。初めの頃と比べると、だいぶマシになった気はする。とりあえず、動いた距離は簡単に計算できるぜ。ああ、点と点の間を何回通ったか数えればいいのか。この回数のパターンとしてどんなものがあり得るか、調べたい。どういうこと？例えば、こうはならない。右にはワープできないからね。さらに、こうもならない。ほんと？あ、確かに無理だね。こういう実現不可能なパターンと、実現可能なパターンを分けるものが何かを調べたい。まあ、いきなり方向転換とワープを両方考えるのは難しいな。じゃあワープはなしで。了解。で、どうすれば？まずは適当に動いて様子を見るのがいいぜ。適当？本当に適当でいい。じゃあ、やってみる。一旦止まってみるか？偶数か奇数か、がかなり関係ありそうだね。今は全部偶数だけど、全部奇数だったこともあって、あまり混ざってなかった気がする。じゃあ、偶数か奇数かを意識しながら、もう少し動いてみるか？もういいか？奇数と偶数が混ざらないのは当然で、私よりスタート側はいつも全部奇数で、反対側はいつも全部偶数ってだけか。というわけで、
奇数と偶数がこういうパターンになっていないと、実現不可能。偶数が出たら、もう奇数は出ちゃダメってことだよね。正確には、ゼロのことも考える必要がある。ああ、ゼロが出たら、その先はずっとゼロじゃないとね。で、これさえ守れば必ず実現できるのか、まだ条件が隠れているか、どっちだろうな。もう条件はないんじゃない？なら、例えばこれも実現できることになるが、できるか？ここはあと60往復するよ。499往復するよ。普通にできた。というわけで、奇数が何個か続いて、2以上の偶数が何個か続いて、その後はずっとゼロっていうパターンは、何でも実現できて、他は実現できない。ゼロの手前まで行って、奇数と偶数の境まで戻れば、とりあえず奇数か偶数かは合わせられて、残りは、行く途中で往復していたことにすればいいね。いっそのこと、自由に動く権利を放棄して、行って、戻って、途中で往復、しかできない方がわかりやすいかもな。それならそれでいいよ。じゃあ、ワープを解禁するぞ。あ、本当はスタートにワープできたんだっけ？話を簡単にするために封印していたが、時は満ちたぜ。ワープって言うとすごそうだけど、スタートにしか行けないから、行って戻って途中で往復を何回か仕切り直せるだけだね。それで、新たに何が実現できるようになったかが問題だが、色々増えてそう。そうか？あ、途中で往復は一番遠くまで1回で全部回収できるね。何回でも往復する権利が、最初からあるからな。あと、この行きと戻りが重なってるところも回収できて、そうすると、実は、ワープしてもこのまっすぐ行く部分しか意味がない？そうなる。ここで赤と青の点の配置を思い出すと、まっすぐ行く部分にかかる時間は、整数分か整数かけるルート2分だな。1分かルート2分の暇つぶしを好きなだけできるってことだね。これで、とりあえずの目標は達成した。砂時計でできることは、行って戻って途中で往復、と1分かルート2分の暇つぶし。なのはいいけど、3000ルートに引く4211分を測れるかは、謎のままだよ。じゃあ、そろそろ具体的な時間を測れるか考えるぞ。久々に出てきたね。ようやく、ここに戻る準備ができたぜ。そういえば、本当の目的はこれだっけ？とりあえず、さっきの動きをここに表示してみる。ああ、原点から始めて、動いた距離に合わせて進んでいけば、最後にいるところがかかった時間の合計になるね。で、どう見ても途中で往復が重いよ。一旦、そこに集中してみるか？集中？行って戻っての部分を適当に固定して、その時途中で往復の部分で行ける範囲を調べたい。このまま4ルート2まで行って3まで戻るので固定していいかな。そうするか。この時点で、4ルートに動いてから4ルートに引く3動いてて、合わせて8ルートに引く3動いてるね。まあ、この部分は固定するからしばらく忘れて、原点から始めることにする。このいろんな矢印が途中で往復の選択肢だね。この辺で、往復できる区間の長さを確認しておく。0から1までは、距離1。1からルート2までは、ルート2引く1。ルート2から2は、2引くルート2。ここは2ルート2引く2。ここは3引く2ルート2。ここは4引く3で1で、1はもうあるから無駄だね。ここは3ルート2引く4。5引く3ルート2。4ルート2引く5。今回行く途中で通ったのはここまでだな。この斜めの線のちょっと右の点が揃ってる。それで、往復だから、この矢印を偶数回ずつ使えるんだよね。まあ、最後にまとめて2倍することにすれば、偶数回ってのは忘れていい。じゃあ、この矢印の動きを好きなだけできるとき、原点からどこへ行けますかってこと？これも、しばらく実際にやってみるといいぜ。わかった。これ、右の方は全部いけるね。で、もう行ったところの右の方も全部いけて、左の方にどこまで行けるかが問題かな。原点から仕切り直していい？そうしろ。あ、これの方がもっと左に行けてた。これよりもっと左の方に行くのは無理そう。その線より右側には全部行けるか？近くから小さい動きを使えば、いけるね。というわけで、原点から左上の領域では、使える矢印のうち、一番大きく左に傾いているやつ。それの延長線より右側には全部行けて、左側には行けない。右下の領域では、一番下に傾いてるやつが境界線、かな。右上の方は、もちろん全部行けるね。これで一段落ついて、この辺で、本当は往復だったのを思い出してみる。
ああ、偶数回ずつしか使えないんだったね。というわけで、いけた点を全部2倍するぜ。隙間だらけになった。ここで突然だが、1分かルート2分の暇つぶしをしてみる。1分の暇つぶしは右に1マス行くことで、ルート2分のは上に1マスだよね。抜けたところを大体取り返したけど、全部拾えてはないね。それで、本当は最初に4ルート2まで行って3まで戻っていて、それも考慮するとこうなる。これが、測れる時間ってこと？ 4 ルート2まで行って3まで戻る場合のな。それなら、その固定をやめて、他の行き先と戻り先も試せば、完全解決？というわけで、近い方から順に、行き先と帰り先を片っ端から試していくぜ。その途中で一度でも測れた時間は測れる、ってことだね。まず、いきなり変だが、0まで行って0まで戻るときは、往復する途中がなくて、暇つぶししかできないね。まあ、それで右上の方には全部いけるけど、次、1まで行って1まで戻るとき、今度は最初に1動いてて、あと、0と1の間を往復できるけど、長さ1の区間を往復しても、1分の暇つぶし2回と同じで、さっきとほとんど同じ。最初に下手に動いたせいで、行ける範囲が少し狭くなってる。次、1まで行って0まで戻るとき、今度は最初に2動いてるけど、他は同じで、新しいところには行けないね。次、行き先ルート2、戻り先ルート2のとき、ルート2まで行くと、この長さルートに引く1の区間を往復できるようになって、つまり左に1マス、上に1マスの動きを偶数回できて、ようやく左上の方に行けるね。偶数回だから、少し漏れがあるけど、次、行き先ルート2、戻り先1のとき、ルート2から1まで戻ると、長さルートに引く1の区間をもう1回だけ通るから、行ける範囲が少し変わって、さっき偶数縛りのせいで行けなかったところに行けるね。次、行き先ルート2、戻り先0。ルート2から0まで戻ると、また行ける範囲が変わるけど、新しいところはなし。次、行き先2、戻り先2。長さに引くルート2の区間を往復できるようになって、つまり右に2マス、下に1マスの動きを偶数回できて、右下の方に行けるね。偶数回だから、少し漏れるけど、次、行き先2、戻り先ルート2。長さに引くルート2の区間をもう1回だけ通って、行ける範囲がずれて、さっき行けなかったところに行けるね。行き先2、戻り先1。また行ける範囲がずれて、今回は収穫なし。行き先2、戻り先0。これも、収穫なし。行き先2ルート2、戻り先2ルート2。長さ2ルートに引く2の区間を往復できるようになるけど、左に2マス、上に2マスができてももう意味がなくて、収穫なし。行き先2ルート2、戻り先2。ずらしたところでダメだね。さて、まだ戻り先ルート2、1、0が残っているが、全部、新しいところには行けなそう。さっきまでの2つがダメなら、この3つもダメだね。その2つに1分かルート2分の暇つぶしを足せば実現できるからな。というわけで、今後はこういうのは飛ばすぜ。次、行き先3、戻り先3。長さ3-2ルート2を往復できて、これまでは右に2マス、下に1マスしか動けなかったけど、右に3マス、下に2マス動けるようになって、右下に行ける範囲が広がったね。次、行き先3、戻り先2ルート2。右に3マス、下に2マスを最初に1回やることになって、往復では偶数回しかできないから、ちょっと便利。行き先3の時のこれ以降の戻り先は飛ばして、次は行き先4、戻り先4。長さ 4-3 は1だから無駄で、行き先3、戻り先3に1分足しただけ。戻り先3はさらに1分足しただけだから飛ばすが、2ルートには見ておくか？ダメだね。さっきの行き先3、戻り先2ルート2に2分足しただけ。行き先4はこれで終わりにして、次は行き先3ルート2、戻り先3ルート2。長さ3ルートに引く4を往復できて、左に4マス、上に3マス動けるようになって、左上に行ける範囲が広がったはず。広がってた。次、行き先3ルート2、戻り先4。かゆいところに手が届くね。そろそろパターンが見えてきた気がする。もう一度行ける範囲が広がるまでは続けるぜ。飛ばして次は行き先5、戻り先5。5-3ルート2を手に入れたけど、今更右に5マス、下に3マスはいらなくて、行き先3、戻り先3に2分足しただけ。行き先5、戻り先3ルート2。これもダメそうだけど、明らかに何かの劣化版ってわけじゃないかも。行き先3、戻り先2ルート2の時に、2引くルート2を1往復してルート2分待てばこれになるから、それの劣化版。なるほど。次、行き先4ルート2、戻り先4ルート2。4ルート2引く5を手に入れたけど、左に5マス、上に4マスも今更いらなくて、行き先3ルート2、戻り先3ルート2にルート2分足しただけ。行き先4ルート2、戻り先5。これもダメそうで、そうでもなくて、結局ダメかな？行き先3ルート2、戻り先4の時に、ルート2引く1を1往復して1分待てばこれになるから、それの劣化版。なるほど。
飛ばして次は行き先6、戻り先6。6-4ルートには、3-2ルートにと思い切り被ってて、少なくとも行き先5、戻り先5よりは悪くなったね。行き先6、戻り先4ルート2。どうせダメそう。行き先3、戻り先2ルート2の時に、2ルート2を1往復して2分待てばこれになるから、それの劣化版。なるほど。飛ばして次は行き先7、戻り先7。7-6は1だから無駄で、何も起きないね。行き先7、戻り先4ルート2。さっきの見たやつよりいいところがなさそう。行き先5ルート2、戻り先5ルート2。5ルートに7をゲット。3ルートに4の傾きを抜いたから、左上の方に行ける範囲が広がってる。よね。広がってるな。はぁ。で、お察しの通り、戻り先を7にすると、かゆいところに手が届くぜ。そうだね。で、もしこの後も続けるとどうなるか？多分。新しいところに行けるようになるのは、傾きの新記録が出た時だけ。だよね。きちんとは示していないが、この辺で勘弁してもらうぜ。ってことは、残る問題は、一つ。傾きの新記録は、いつ出る？この調子でずっと点を打ち続けたとして、最大の傾きが更新されるタイミングを予言できれば、測れる時間と測れない時間の境界線が全部わかって、この話は終わり。でも、そんなことできるの？見たところ、点はかなりランダムに並んでるけど、この直線が傾きルート2じゃなくて少し変な方向を向いてるから、左上と右下の領域を90度回して、傾きルート2にしてみるぜ。ルート2に近い分数を探してる？ルート2分の砂時計と言いながら、この数自体はほとんど無視してきたが、この問題の正体は、ルート2を有理数で禁じしろ。で、それはどうやるの？答えがすでに知られているから、それを使う。何これ？結論だけ言うと、実数は連分数展開できて、それを途中で打ち切ると、ルート2に近い分数を分母が小さい順に見た時の暫定トップ。つまり今回欲しいものになる。仕組みはわからないけど、結果は正しそうだね。ということで、そろそろ、3000ルートに4211分を測れるかに決着をつけるか。実はさっきの時点でもう測れてたりして。いや、左7、上5連打しても、上に3000進む間に左に4200しか進まないから、無理だね。じゃあ、左7、上5より強い動きが出るまで飛ばすぞ。それがさっきの変なのでわかるんだっけ？ 5分の7の次は、これ、17分の24。次の行き先は17ルート2ってことかな？随分遠くなったね。こんな風に、1段ごとに分母分子が指数的に大きくなるぜ。1段増えると2倍くらいになってる。だから、原点付近には境界線がまあまあたくさんあるが、遠くの方はスカスカで、見る範囲の広さに対して対数本しかないな。で、行き先が17ルート2の時を調べるんだっけ？まず、戻り先も17ルート2の時、目標地点は、ああ、境界線よりはギリギリ上だけど、動き始めと目標で座標の偶数奇数が合ってなくて、偶数縛りのせいでいけないね。動き始めと座標の偶記が合ってるこの点が、境界線より上ならいけてたな。次、戻り先24の時。最初に左24、上17を1回やると、縦の偶記ずれはなくなるけど、横はずれたままで、この点が境界線より上ならいけてたけど、ダメ。というわけで、行き先17ルートにでも届かない。次の行き先は？これ、29分の41。ってことは、次の行き先は29ルート2か。でも例の時間って30分くらいだっけ？ 31分と32分の間。じゃあ41に行く途中で時間切れだね。というわけで、答えは測れない。でした。なんだ？答えは測れるで、最後に実際に測るんだと思ってたけど、やりたいのか？なら、2分足して、3000ルートに4209分でも測ってろ。位置について、用意、スタート。まず1分測る。そしたら両方回して、落ちきったやつをまた回していくよ。でも、ルート2分のが4回目に落ちきった時は、両方回す。これで1分ので4ルートに5分を測れて、そしたらまた両方回す。これでまた4ルートに5分測れて、ここからは、落ちきった方だけ回すモードに戻るよ。来た道を引き返すことで寄り道したわけだな。寄り道中はノーカウントとして、17回ルート2分を測ったら、1分のやつの下側にほんの少し砂が入ってて、あとは、さっきと同じ要領でひたすら17ルートに24分を測るよ。87往復半したら完成。ご視聴ありがとうございました。